こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。皆さんの中には食材は週末にまとめてお買い物するという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はそんな方にぴったり、冷蔵庫の中もすっきりきれいに保てるし、食材を無駄にせず使い切ることができる野菜の保存方法をご紹介します。それでは最初に小松菜の保存方法をご紹介しましょう。よく洗った小松菜は根元を切り落として5センチ幅くらいに切っておきます。今日はいろいろなお野菜の保存法をご紹介しますが、すべてに共通するのはすぐ使える状態にしておくことです。こうして洗って切っておけば、包丁もまな板も使わないですぐにお料理に使うことができますよね。自家製のミールキットを作っておくという感じでしょうか。こういうお野菜ストックを作っておくことでお料理がとっても楽になりますよ。はい、これで OK です。とっても簡単ですよね。次に水菜を切ります。よく洗った水菜は小松菜と同じように根元を切って5センチ幅くらいに切っておきます。水菜は今の時期お鍋に入れると美味しいのですが、生のまま韓国海苔、昆布茶、ごま油と和えるだけでとっても簡単なのに美味しいサラダになるのでおすすめなんですよ。次にニラを切ります。ニラも5センチ幅くらいに切っておくだけです。ニラは買ってきた状態で保存しておくとすぐに葉っぱの先の方が傷んでしまうのですが、切っておくと使いやすく保存も楽なのでおすすめです。このようにしておけばラーメンなどを作った時にパーッと入れたり炒め物に使ったりすぐに使えてとっても便利です。次に長ネギを2種類の形に切ります。まずは 4,5 センチの幅に切っておきましょう。この形に切っておくと用途に合わせて好きな形に切るのが簡単ですし、とにかく長いまま冷蔵庫で保存することが私にとってはストレスなので、このように切って保存しているんですよ。もう一つは斜め切りです。今の時期は特にお鍋を作ることが多いので、この形で切っておくとかなり便利です。長ネギは乾燥しやすいですが、こうして切って密閉しておくことで美味しいまま無駄なく使い切ることができます。次はキノコ類ですが、キノコ類は石突きを取って使いやすい大きさにほぐして保存用袋に入れるだけで OK です。こちらは舞茸ですが、舞茸は石突きがほとんどないので適当な大きさにちぎるだけで大丈夫です。えのきは石突きの部分を切り落とします。だいたいこのくらいの位置ですね。あとは食べやすい大きさにほぐしておきます。こうしておくとお料理するときに石突きのポロポロしたゴミでまな板を汚さないのでストレスがありません。しめじも石突きを切り落とします。あとは軽くほぐして保存用袋に入れておけば OK です。次は豆苗です。豆苗は包丁で切るよりもこんな感じでキッチンバサミで切った方が切りやすいのでおすすめです。豆苗はベーコン、ニンニクと炒めてスープにしてもいいですし、豚バラ肉とさっと茹でてポン酢をかけるだけでもとっても美味しいんですよ。次に白菜を切ります。白菜は芯を落として使いやすい大きさに切っておきます。外側の葉っぱは硬い芯の部分が多いので、芯を縦に切ってから5センチ幅に切っておきましょう。私は鍋に入れることが多いので、だいたいこのくらいの大きさに切っておきます。以前の動画でもご紹介したのですが、芯の部分を細く切って生のままリンゴやレーズンとドレッシングで和えてサラダにしてもとっても美味しいんですよ。はい、こんな感じで OK です。次に人参です。人参は皮を剥いて頭とお尻を切り落としたら使いやすい大きさに切っておきます。私はよくこんな感じで千切りにしておきます。千切りならばお味噌汁にパッと入れてもすぐに火が通りますし、簡単酢でつければすぐにキャロットラペになります。千切りの他にはこのように拍子木切りもよくします。こちらは野菜炒めやお鍋など何にでも入れやすい形です。人参は特に頻繁に使う食材なので、こうやって下ごしらえしてあるととても便利なんですよ。次にキャベツを切ります。まず外側の大きな葉を何枚かちぎって千切りにしておきましょう。
千切りキャベツは揚げ物などに添えるのはもちろん、ドレッシングとあえてサラダにしたり、もう少し細かく切ってお好み焼きに入れたりして使っています。次に内側の葉っぱは一口大の大きさに切ります。芯の太いところは細切りにしておくと火の通りも早くなりますし、食感も良くなります。包丁でお好みの大きさに切っても良いですし、こんな感じで手でちぎっても大丈夫です。このくらいの大きさにしておけば、炒め物にする時もスープに入れる時も使いやすいです。こちらも切ったらジップロックに入れておきます。はい、これでいつでもキャベツをお料理に取り入れることができますよね。次にピーマンの下ごしらえをご紹介します。ピーマンをお料理に使うときにいちいちヘタを取ったり種を抜くのが面倒だなと思ったことはありませんか？実はピーマンってヘタと種を抜いた状態で保存する方が意外と新鮮な状態をキープできるんですよ。ですので私はこうやって半分に切ってヘタと種を抜いた状態で保存するようにしています。そうすれば使いたい時にすぐに使えてとっても気軽なんですよ。ピーマンの水気を軽く拭き取ったらジップロックなどの密閉できる保存袋に入れます。あとは空気を抜いて封をして冷蔵庫で保存します。こうしておけば使いたい時にそのお料理に合わせた切り方をしてすぐに使うことができます。次にもやしの保存方法です。もやしはとっても足が速くて袋に入れたままだとすぐに傷んでしまいます。まずは袋から取り出してざっと水で洗いましょう。水で洗ったもやしを保存容器に移し替えます。私はこの時シリコンバッグを使っていますが、タッパーなどの密閉容器でも大丈夫です。もやしがしっかりと浸かるくらいのお水を入れましょう。もやしは水の中につけておくだけで長持ちがするし、嫌な匂いも出にくくなります。必ず冷蔵庫で保管しましょう。保存の目安は1週間程度ですが、お水は毎日取り替えてあげるとより長持ちしますね。次は玉ねぎの保存方法です。玉ねぎも使いたい時にいちいち皮を剥いていると根っこの部分の泥がまな板についたり、細かい皮のゴミが散らかったりするので一手間かかりますよね。ですので私はこうして皮を剥いてから保存するようにしています。皮を剥いた玉ねぎは水気を拭き取って保存袋に入れておきます。私は食品の保存にアイラップをよく使います。こうしておけば使いたい時にさっと使うことができます。続いてじゃがいもの保存方法です。私はじゃがいもは冷蔵庫で保存しているのですが、冷蔵庫の中に泥が落ちないように水で洗っておきます。こうしておくとお料理をするときに他の食材に泥がついてしまう心配もありません。きれいに洗えたら水気を拭き取って保存袋に入れます。じゃがいもは水分がついていると傷みやすいので、しっかりと水気を拭き取ってくださいね。はい、あとは冷蔵庫で保存しておきます。最後にプチトマトの保存方法です。トマトはヘタの部分に雑菌が多いので、必ずヘタを取ってから水で洗うようにしています。ちょっとの違いなんですが、ヘタを取って水洗いしておくと食べたい時にすぐ食べられるし、忙しい朝でもお弁当にさっと入れることができます。よく洗ったプチトマトはキッチンペーパーで水分を拭き取ります。あとは潰れないようにタッパーなどの密閉容器に入れて保存します。ということで、今日は私がやっているお野菜の保存方法をご紹介しました。何もしていない状態からお料理を始めると、野菜を洗って切って皮を剥いて種を捨てて、そうしているうちにまな板の上が泥だらけになってしまったり、野菜くずがあちこちに散乱したり、使おうと思っていた野菜が傷んでしまっていたり、お料理に取り掛かる前にぐったりしてしまう。私もフルタイムで働いていたので、そういう経験がたくさんあります。ですが、こうして野菜を準備しておくだけで、お料理のハードルがぐっと下がるんですよ。
野菜が使いやすくなって食材をダメにすることが減りますし、皮や種などの取っておく必要のない部分を捨ててから保存するので、野菜室のスペースも無駄にしません。泥や汚れを冷蔵庫の中に持ち込まないので衛生的です。何よりも野菜を準備しておくことで普段のお料理を楽にすることができますよね。忙しかったり疲れていたりする平日に調理の手間をなるべく減らしながら野菜もたっぷりと取れるように週末の買い物の後に少しだけ頑張ってみませんか？もちろん買ってきた野菜を全部下ごしらえしなければいけないというわけではなくて、1種類でも2種類でも良いのです。自分が使いやすいものから取り入れられれば良いと思います。実は私も最初は玉ねぎ1種類から始めたんですよ。玉ねぎはペラペラした茶色の皮のかけらが冷蔵庫内に散らかるのがすごく嫌だったんですよね。でも業務スーパーで皮を剥いた状態で売っている玉ねぎを見て、自分でも同じように皮を剥いてから野菜室に入れればいいんだと気がついたのが始まりです。えのきも石突きを取ってカットした状態で売っているものや、しめじもバラにして売っているものを知って自分でも真似するようになり、だんだんと下ごしらえする野菜の種類が増えていきました。週末に作り置きを大量に作るというのも悪くはないのですが、日持ちのするメニューを考えたり、作り方を調べたり、長期に保存しても大丈夫な味付けにしたりと、一度にする作業量を考えるとそれなりに大変ですよね。でも買ってきた野菜を洗って切っておくだけというこの方法だと、もっとずっと簡単にできるし気軽で無駄のない方法だと思います。今後も下ごしらえしたお野菜を活用したレシピ動画も作っていく予定ですので、そちらもぜひご参考にしていただければ嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。